こんにちは、料理家の今井真美です。アシスタントの野島次郎です。今日は私といえばのカルボナーラをご紹介していきたいと思います。はい、まずですね、はい、カルボナーラは段取りが大切です。なるほど。はい。準備しっかりすると。準備をしっかりする。もう始まったら待ったなしなので、パスタだから。作っていきましょう。用意するのはですね、先日作ったベーコンです。で、こういうベーコンじゃなくて普通に、スーパーのベーコンでも大丈夫ですし、最近生ベーコンってね、スーパーでも売っているので、それでも大丈夫です。これで拍子切りに。ちょっといいところやったらね、グアンチャーレの塩漬けがあったりとかね。5ミリぐらいの5ミリ1センチから5ミリから1センチ幅っていう感じですね。ベーコンこれ 30g なんですけど、好き好きで構わないです。今日切っていくのはこれだけなので、もうまな板と包丁はしまって大丈夫です。それではですね、この間にお湯を沸かしましょう。お湯は 1% のお塩にしてほしいんですね。なので1リットルに対して小さじ2のお塩 10g 入れてください。今台所でお湯は沸かしています。それではですね、ソースの方に取り掛かりましょう。まずカルボナーラといえば卵を使います。卵で、卵とチーズを使いますね。で、チーズを削っていきましょう。この段階であらかじめ削って、こっくりさせたい場合なら 20g ぐらい。で、よく私これから説明するんですけど、卵をね、全卵1個と、もう一つ卵黄1個分使うんですね。なるほど。そうすると白身が余るでしょ。で、全卵1個でできるレシピはないですかって聞かれることが多いんですよ。そうですね。ちょっと余らせたくない。そうですね。使い道が分からないし。その場合はチーズを多めにしてください。なるほどね。そうすると濃度が上がる。そう、濃度が上がる。やっぱり白身が入るとちょっと水っぽくなってしまうので、チーズによって濃度を上げて、こっくり感を増やす。なので逆に言うと、その全卵1個でチーズ濃厚なちょっとカルボナーラになりますね。なるほどね。今はチーズ 20g。そうですね。今日はちょっと20g ぐらい入れようかな。15g ぐらいだと割と普通。20g 入ると結構な濃厚なパスタになると思います。ね、一人の量でこのぐらいの量を使うので、結構たっぷりですよね。結構たっぷり。こんな感じです。チーズの種類はパルミジャーノ・レッジャーノとか、ペコリーノ・ロマーノとか、そういうものを使ってください。だけどよくある粉チーズでも全然大丈夫です。じゃあこれでチーズを削りました。そしたら全卵はここに入れていきます。まず全卵ここに入れました。そしたらですね、卵黄をもう1個入れたいんですね。だけど失敗する場合が殻でこうやってってあるでしょ。あれ結構ね、失敗すること多いんですよ。殻が入っちゃったりとか、結局黄身が割れて混ざっちゃったりとか。だから小さいボウルに、最初に普通に割ってしまって、そこから黄身をすくい上げる。黄身をすくい上げる。私今発音が大丈夫です。こんな感じです。それね、簡単でいいし、結局ね。で、小さいボウルとかに白身を割り入れたら、もうラップしてね、冷凍もできるんですよ。タッパーとかにやってもらったら冷凍もできるので、なんかちょっとメレンゲにしたりとか、卵焼き作る時に余分に入れたりとか、かきたまスープを作る時に使ってもらう。で、ここでチーズと卵をよーく混ぜます。結構大事な感じ。そうです。しっかりと混ぜておく。しっかり混ぜておく。で、白身の辛さってドロッとした部分、あれもここでほぐしておくと。で、これ皆さんね、
慣れてきたら、はい、グラムなんて測らないじゃないですか、粉チーズの。まあね。はい。で、そういう時にどの程度チーズ入れるかなと思ったら、こんな粘度を覚えておけば、とろろぐらい。おお、結構しっかりとろっと。麦とろってこのぐらいやもんね。そうそう。ちょっと流れるぐらいか。だからその粘度さえ覚えておけば大丈夫です。はい。それでは、ベーコンを炒めていきます。はい。まずベーコンを炒めるのにオリーブオイル小さじ1を入れます。はい。はい。それでですね、ここにベーコンを入れて弱火から中火ぐらいでカリカリっとするまで炒めましょう。実は私はカルボナーラのレシピがすごく人気で、ノートにカルボナーラのレシピを載せているんですけど、その記事がいまだに、毎月一番読まれる。じゃあ誰かがたどり着いてくるというか。そうだから私のノートの中で一番読まれている記事がカルボナーラなんですよ。この今作ってるそのもの、このレシピですね。で多分すっごい読まれているのは、何回も皆さんこれを作られるから。ああ、そっか、また戻ってきてくれる、そう何回もご覧いただいてるのかなって思います。今週一番なんか読まれた記事ですみたいなのに、そうなんですよ。びっくり。そこにはだからこのカルボナーラの思い出とかも書いてます。はい。確かあったなと思って。はい、こんな感じにチリチリになったら止めましょう。そう結構しっかりね。でもあんまりやりすぎると今度焦げてしまって、もうちょっとね弱火でカリッとしてもいいんですけど、硬くならない程度に。硬くならないように。でもある程度カリッとしたのがこのまったりとしたカルボナーラのこうクリスピーな食感になってアクセントになるので、これであとは余熱で多分勝手にチリチリすると思います。このパスタは 1.7 ミリの8分を使用しています。ちょっと太めの方がソースに負けない感じはしますね。で、表記時間の茹で時間より1分前でアルデンテってよく言われているんですけど、カルボナーラの場合は、ここからベーコンのフライパンでベーコンのオイルを和えるんですよ。でその後卵のこの卵とチーズのソースに和える。でその後またフライパンに戻して、余熱でこうぐるぐるぐるっとかき混ぜて粘土をつけていくっていう工程があるので、短めに茹でます。もうちょっとさらに短め。だから2分前ぐらいで引き上げてほしいです。今日は8分なので6分ぐらいで6分ぐらいで引き上げてもらって大丈夫です。でだいたいパスタをこう茹でる時って、こう持ち上げて、ここがこうヒュイってもうくっついたら、もっと近い部分で、そしたら茹だってるっていう感じですね。そこを見たら分かりますよ。もしタイマーをし忘れちゃったりとかした時に、そうとりあえずそれ見たら、こうやってそろそろだよと、ヒュイってあげて、ここがピュッてくっついたら、もうだいたい火が通ってるっていう合図です。で今回パスタの茹で汁を大さじ4入れるんですけど、ベーコンによってはこのパスタの茹で汁を使うことによって全体がしょっぱくなりすぎる可能性もあるんです。でその場合はパスタの茹で汁を今の時点で味見して、かなりしょっぱかったら、茹で汁大さじ4ではなく普通のお水大さじ2ぐらいにして、ちょっと塩分を薄めるっていうのがいいですね。それではですね、このパスタをベーコンの方に移していきましょう。よいしょ。でちょっとこれ今私味見しますね。どうかな。結構ちょっとしょっぱいから、パスタの茹で汁大さじ2と普通のお水大さじ2ぐらいでいいと思います。
そしたら今茹で汁と普通のお水を半々で入れました、はい、これはもう味見して自分で決めてみてください。でここで火を強めてちょっとこの油とお水が混ざるようにします、はい、でこのパスタの茹で汁を使うことによってちょっととろっとした食感だったりとか、あとはですね塩分とか、はい、そういうものが加わります。今いい感じなので、はい、パスタを入れましょう。こんな感じですね。でここからはもうすごい待ったなしなので、先にフライパンにここ入れる前によそうお皿を準備しておいた方がいいですね。なるほど、はい、もう仕上げまで一気にいくと、はい、はい、でこのぐらい水分が、はい、今吸ったかな、今こんな風に見えますかね、はいはい、2分の1ぐらいの量っていうか、そうですね、入れた分量でこうちょっととろみがある、はい、このぐらい水分がある状態が好ましいです。はい、はい、そしたらですね、先ほどのこの卵とチーズのところにこの汁ごと入れちゃいます。で、ぐる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 と和える。一気にカルボナーラになってきたね。熱でね、パスタの熱で今、ちょっとずつ卵に火が入ってると。そうですね、こんな感じで完全に絡まるように、ぐるぐるぐるとゴムベラがいいですね、でちょっとこれだけで完成ってしてもいいんですけど、ちょっとまだ緩い感じ、ちょっとね、シャバッとしてるよね、で今フライパン火が止まってます、でこの火が止まった状態のフライパンに戻します、はい、こんな風に戻します、そしたら広げます、で広げて急いでこんな風に、今火はついてない状態、今火がついてないです、フライパンに残ってる熱と合わせていく、そう結構またさらに今卵が固まってきたというか、とろみがついてきましたね。でここまで来たらですね、ちょっと落ち着いて大丈夫です。もうちょっと安心していいよ。安心して大丈夫。でここで味見をして、しょっぱくなかったらちょびっと塩を入れる。でしょっぱかったら、牛乳とかそういうものでちょっと緩めてあげるといいかな。なるほどね。あとお水とかでもいいかな。で、これでも OK ですよっていう方もいらっしゃるかもしれません。だけどもうちょっとこっくり濃厚なカルボナーラにしたいっていう方はちょっと挑戦してみてください。ここで火をつけます。で強くなく弱火ね。火力だいぶです。弱火かね。ここからはもう練習あるのみです。で大体そう縁から固まってくるのよ。だから縁から固まってくるから、パスタをこう掴んでその縁をパスタでこう剥ぎ取るみたいな。なるほど。絶えず回しながら。そう。でこれだけ後でパスタをこうねソースに絡めてってやるから、茹でるのを2分前にしましょうっていうのがこのためですね。結構今ね時間かかってそう。でもパスタもちょうどいい硬さぐらいかな。でちょっと固まってきたなって思ったら、火から離してこんな風に混ぜてあげてください。でもちょうどいい感じになってね。私すごいこれ結構緊張するな、こっち見てる方も顔が怖かったかも。いや集中してる時はもうしょうがない。バッチリだと思います。それではこれで盛り付けていきましょう。よいしょ。
この照りが必要ですね。いや、いいバですね。ッチリバッチリ。美味しそう。もうこの卵とチーズだけでごちそう、ごちそう感がすごい。はい、こんな感じです。最後ですね、こんな風にちょっとゴムベラでソースを集めてして、まだちゃんと半熟というか、とろっとしてて、とろっとオランデーズソースみたいなね。あ、そうだそうだ。はい。うわ、とっても美味しそうですよ。カルボナーラの出来上がりです。仕上げにバッチリ黒胡椒ガリガリガリ。これがないとカルボナーラにならないので。よいしょよいしょよいしょ。落ちてるかな。はい。たっぷり。はい。これでカルボナーラの完成です。美味しそう。じゃあ、いただきます。わあ。私、ほんまにカルボナーラ大好きなんですよ。いただきます。バッチリ。バッチリですか。これですか。もう、イタリアレストランの味です。おお、それは。すごい。もうだってこれ何年も作ってるわけでしょ、この、このパスタのカルボナーラを。ほんまに、いつかな、本当に小学校時代から、カルボナーラを研究してたんですよ。すごい。っていうのが昔缶詰のパスタソースがあったでしょ。あの時代に、このカルボナーラを食べてすごくびっくりしたんですよ。缶詰のやつを。缶詰じゃなくてイタリア料理屋さんでね。別のね、お店でね。で、家族でよく行ってたイタリア料理屋さんで食べるカルボナーラがすごく美味しくって、でも食べるとなくなるじゃないですか。食事はそういうもんですけど。もっと食べたいのに。もっと食べたいと。で、自分で研究して作り始めたんですけど、当時やっぱり本でしかレシピって見ることができなくって、でまず家にあるレシピ本じゃ作れない。で母が片岡シェフのアルポルトの片岡シェフのレシピ本を買ってくれたんですよ。すごい。でカルボナーラっていうのはこういう材料からできてるんやっていうのをそこで初めて知って、でカルボナーラがなんでカルボナーラかっていうのもそこで初めて知って。で、炭焼き職人のパスタでだから黒胡椒なんですけど、でそこから片岡シェフのレシピは、多分ね生クリームが入っていたのかな。なんかそうちょっと前の時代って、カルボナーラって生クリームのイメージありますね。で生クリームが入っていたんやけど、私が好きやったところは、生クリームの味がしなかったんですよ。記憶の中でね。ですごく美味しくできたけど、お店の私の好きな味っていうのは、どういう構成でできているんやろうっていうのをすごい違いに気づいてたと。こっちも美味しいけど私のお店で食べたのはちょっと違ったぞと。なるほど。でいろいろ調べてほんまに30年間、ずっとカルボナーラを多分ね週1とか2週間に1回は必ず作ってたのよ。それはすごいな。で出来上がったのがこのレシピなんです。もう本当にカルボナーラは修行あるのみなので、たくさん作るとこのダマができなくなります。ぜひ皆さん挑戦してみてください。レシピの詳細は概要欄に載っています。このレシピがいいなっていう方は高評価のボタンを押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。